トラハコをご覧の皆様、おはようございます。私たちは群馬県までやってまいりました。今回ね、紹介するのはですね、群馬県にあるグリーンウッズモータースさんのトラキャンをね、紹介したいと思います。こちらのトラキャンがですね、先日発売されました三菱のトライトン用のシェルということでですね、かなり迫力のある感じじゃないかなと思うんですけれども、どうでしょうか。どうでしょうか。こちらね、このかっこいいね、男ギアというのをテーマにしてね、作られたそうで、このワイルドさはなかなか他ではないんじゃないかと思いますね。はい、はい、それでは早速紹介していきたいと思います。はい、はい、こちらベース車がトライトンとなっておりまして、はい、三菱からね最近出た新しいピックアップトラックでございます。で今回トライトンなんやけど、別にハイラックスでもタンドラでも、軽トラは要相談なんやけど、2台があれば何でも作っていただけます。はい、素晴らしい。なんで今回はこういう感じもできるよという一例でご覧ください。基本的に自由にオーダーしていただけます。はい、はい、じゃあね、せっかくなんでこのトライトンねちょっと見てみましょうね。そうですね。はい、かっこいいよね。このねワイルドなシュッとした感じのね、かっこよさ、めっちゃかっこいいよ。すっごいアウトドアよね。いやほんまにちょっと僕面だけ見たら、ハイラックスより好きかな。まあ好みは分かれるよね。もちろんね、迫力めっちゃあるもん。ちょっとごついよね。ごつい。じゃあせっかくなんで運転席乗ってみます。はい、こんな感じですね。ちょっとエンジンをかけてみますか。ディーゼルですね。見てかっこいい。かっこいいな。シートもね、なんかめっちゃ包まれる感じなんよ。なるほどね。一回ちょっと運転させてもらったんやけど、大きいは大きい、けど運転できなくはないかなっていう感じ。どんな車でも慣れはね、必要やとは思うんやけど、ちょっと練習っていうかね、慣れは必要かなとは思う。大きい車運転したことない方は。はい。で後ろの見え方的には、ここね道じゃないからあれなんやけど、ミラーのね見え方的にはこんな感じですね。ちょっと一周くるっと回ってきてください。前は見えるよね。ここら辺も目視がいけるので、いなくなったら現れると。後ろ来ました。いなくなったら現れるっていう感じです。軽トラと違って後ろさもう一個窓あるやん。から目視が後ろが意外と見える。そっかそっか。軽トラやったらここから後ろがもうここも塞がれてるから、2台やから振り返っても何も見えへんねんけど、振り返るとね意外と見える。でまだねちょっとついてないんやけどね、ここにバックモニターが、真後ろが見えるようにね、モニターがつく予定です。なんで視界はね、全然悪くないかなと、むしろいいかなと思う。軽トラより大きいけど見やすい、視認性は高そうと思う。めっちゃかっこいいな。かっこいい。どうですか。操縦性はね多分めっちゃ高いと思う。ハイラックスも乗ったことあんねんけど、後ろね、ハイラックスよりは広く感じるね、後ろの。なるほどね。そんな気がする。足とかもそんなに狭くない。全然ほらうまいね。いいですね。前にUSB あるから、後部座席のね足元のところにこのシガーと、あと USB のねタイプ C とタイプ A ですね。充電できるやん。充電できるようになってます。これかなり便利。トラキャンじゃなかなかね、ないよね。ない。後部座席あるんもねレアなんやけど、確かにね。こういうの見るとね、やっぱこんだけねトラキャンも大きいから、ファミリー向けではあるよね。そうね。とか友達みんなで行くとかにめっちゃいいと思う。いいと思います。はい。後ろの荷台はこんな感じです。当たり前なんやけど、軽トラと違って煽りがねこの厚みがあります。でこれがかっこいいのと、横には開かないよね。後ろだけ開くっていう感じです。そうですね。でこれは煽りこのまんまねつけたまんまいけるんで、ここで止まってます。そうですね。ちなみにトライトンとハイラックスの違いっていうのがですね、横幅はほぼ一緒らしいんですよ。なるほど。高さの深み、荷台の深みね、煽りの高さですね。それがトライトンの方が深いと。ちょっとここが高いってこと。なるほどね。なんでハイラックス用やったら
入らないね。ハイラックスをギリギリにしたらここが当たっちゃうってことだね。そういう感じになっちゃうんで。まあだから乗せ替えるとしたら下高さ上げんとあかんってことだね。そうですね。まあ上はね 3.6 までいけるんで普通結構余裕はあると思う。全然はいよっぽど細長く作らん限りは大丈夫やね。そうですね。はい。こちらのねシェルの紹介をしていきます。まあまず大きさですね。前はこのフロントガラスのところのちょうど上ぐらいまでかな、シェルのボディは。後ろはこのねアウトリガーここまでで車体の1割はみ出してます。で横はね、ちょっとねこうはみ出てるように見えるんやけど、そんなに出てないよ。そうよ。ちょっとだけ出てる。少しだけ出てる。ちょっと出てるか出てないかぐらいやね。高回性があって横も1割ずつはみ出して良くなったんやけど、ちょっと出てるかなぐらいに抑えてます。広けりゃいいってもんでもないし、やっぱ元々の幅があるから広くなればなるほど通れる道も減るし、運転もね大変になってくるから、これぐらいがね程よいんじゃないんかなとは個人的に思いますね。もちろん1割1割したらね、もっと広くはなるんやけど。そうですね。でこちらのシェル作ってるグリーンウッズモータースさん、建築業をされてる会社さんで作られているのもあって、フレームは木材、木でできていて、側面はね住宅用の壁とかにも使われる断熱材のついたガルバリウム鋼板となっております。でその柱の間にはスタイロフォームがしっかり断熱材が入ってます。でかなり特徴的なのがこの天井とこのね下の部分、この黒いところは FRP でできてます。なので屋根の上もね継ぎ目とかがないんで雨漏りとかねしなくなってます。下もね結構やっぱこの荷台に雨水が溜まっちゃったりとか巻き返しでね濡れたりして浸水しやすいんやけども、このね安心の FRP ということです。そうですね。まあここまでやってるとこってなかなか見当たらないんで、そう防水のためにこう FRP 使ってるとこっていうのはまあないよね。そうですね。すごいですよね。でこのね下とか横にねこの丸い穴開いてるの分かるかな。これこれは万が一水がこの壁の隙間に入っちゃった時にこっから出るようにできてます。入らんのやけどもねFRP されてるからね入らんだけど万が一入った時にこっから抜けるようになってます。すごい配慮。このね上の FRP のところちょっとだけ外出てるの分かるかな。出てるね。黒いところがね。逆光で分かりづらいかもしれない。これも建築関係だからっていうのもあって、雨がねこう壁に伝いにくくなるようにこういうふうにちょっとはみ出してるそうです。すごいですね。ちょっとね細かいことかもしれんけどね、これで持ちが全然変わってくるわけですから、大事なことですよ。こちら正面ですね。これ見てめっちゃワイルドなさライト、これはライトですね。ついてます。まあこれはこのスイッチ、リモコンもしくはシェル内のスイッチでオンオフできるそうです。まあちょっとねまだ明るいか分かりにくいかもしれないけど、つけてみます。分かる分かる。こういう感じですね。かっこいい。キャンプとか行ったらね照らしたりとかもできるよね。確かに。向きとかももちろん変えれるし、めっちゃいいやんね。かっこいいよねこれがね。もちろんね走行中は絶対オフなんやけど、キャンプ場とかで活躍するかなと思います。リモコンっていうのもいいね。座ったまんまでもできる。暗なってきたなポチみたいな。めちゃくちゃいいな。でこちら運転席側です。で真ん中にこの大きなキャンピングカー用の窓がついております。めっちゃでかい。で一番上のあれ2つあるのがライトで、さっきのこのリモコンで連動してつきます。なるほど。この上の黒いレールとここにあるねシルバーのレール、これはこういうパーツがございまして、これがつけれるようになってます。まあねここやったらこういう感じでねつけれます。なんで上につけたらまあ例えばねタープとか貼ったりとかできるし、これはここは縦はこうなんやけど、十字のとこがあるからこれはね横にもこうつけれるんですよ。だからキャンプ行った時にねギアぶら下げたりとかゴミ箱ぶら下げたりとか、これねもう使い方次第で何でも活躍するやつですよ。めちゃくちゃいいですね。高さもね2つあるから、これもうかけるものには困らない。なんぼでもつけれるからね。こちらが助手席側です。まあ基本的には運転席側と一緒やね。大きな窓とライト、でこのレールと、でこれもね同じようにねつけれるということです。なんでねあっちにあるからあっちでキャンプせなあかん。車をいちいち前後ろ反対せなあかんとかそれはないということで。
だからね、前のライトに合わせて向きを決めたらいいかなと、キなるほどャンプとかやったらね、はいだからこっちでもあっちでもできるよ、ということです。はい。で1点違うのはここ、屋根の上にソーラー乗ってるんやけど、それの取り込みがここからです。はい。でこちら後ろです。はい。でなんといっても気になるのがこのドアでしょう。これもオリジナルのドアでして、これすごいね。これがかっこいいよかっこいね。い特徴的よね、かなり。これは鍵がここにあって、ここを引っ張って、これを上げる。でこの上下のね、ここで引っかかって止まってるから、これをクッとするとこう開くというよろしいですね。システムでございます。めっちゃかっこいいやん。これがね、めっちゃかっこいいよね。重厚感あって最高ですね。でこれがね手すりとなりまして、走行中は動かへんねんけど、持ち上げてこう回すと、ここでカチッと止まると。いいですね。でこれ乗るよりもね、楽になるよと。なるほど。やっぱね、ステップとかさ置いてもいいんやけど、置かれへん時とかね、これでかなり登りやすくなりますよね。でこちらはエアコンです。ここを押しながら引っ張ると、なるほど。で上下で止まってるから、しっかりね閉めた上と下両方押しながら引っ張ると、いうことです。でこれがここね、水ね、ドレーンのエアコンの排水がここからできると。ポタという感じですね。でこのドアの上、これがねさっき言ってたバックモニターのカメラです。上から換気扇、タンク、でここが外部電源、これの上がイン、外部電源、充電するやつですね。入る方、でこっちが外部コンセント、使う方です。なるほど。一番下がギャレのタンクになってます。なるほどね。でこれ使わない時はこれをねカチッて引っ張れば抜けて、こうね収納できるとしまえるということです。でね、さっき言ってたこのタンク、この水の予備積んでもいいし、冬とかね FF 積んだら、ここにね灯油とかを備蓄しとくといいんじゃないでしょうか。いいと思います。使い方次第よね。そうね。でこれついてるだけでかっこいいしね。そうね。まあ見栄えもあるんじゃないですか、やっぱり。もちろん、大事ですよ見た目。いやもちろんです。固定方法がラッシングです。なるほど。まあね大きいのでこういうねちょっと太めの大きなラッシング使ってます。で今これちょっと仮なんやけど、ほんまはここと外にラッシングが来て、なるほどね。前側2本と後ろにもう2本、合計4本ね。になるそうです。で脱着方法はこちらのジャッキですね。これ今ねつけてるんやけど、走行中はこの前側を外します。なるほど。前2本を外した状態ってことですね。外した状態で走ります。ってことは前2本はその脱着する時だけ使うって感じにつけるっていう感じです。でここね各ジャッキにこれがついてて、ここにねこいつがいるんで、これをビヨーンって引っ張ってきてカチッとはめると。そしたらこのジャッキが動くようになる。ということはこれは電動ですか？そうです。で使わない時はこうねさようならってするとさようならってすると。すげえ便利ですね。じゃあ後ろはつけっぱなしやから、到着した時はアウトリガー代わりで使えるということでいいんですか？そういうことです。なるほど。でちなみになんですけど、これねみんなベージュのやつ見たことあると思うんやけど、黒く塗られてます。なるほど。壁に合わせてですね。ここ白いのついてたら嫌や。確かに確かにそうやな。ちょっと細かいのがね大事ですよ、こういうのね。おっしゃる通り。このねリモコンで動かせます。なんで到着したらここつながってるから、これをねビーッと下ろして動いてる。下ろしてしまえば、アウトリガーとして使えます。めっちゃええやん。やっぱりこの荷台の高さもあるし、大きいから中での揺れもね、どうしても大きくなりがちなんよね。なんで1人とかやったらいいけど、何人かで使うと1人が動くとめっちゃ揺れるし、料理とかするのも怖いから、こういうのがあるとね安心ですね。ではこのねジャッキ使って実際乗せたところがあるんでご覧ください。
はい、では中見ていただきましょう。中はこんな感じです。おお、いいっすね。かっこいいよね、やっぱ。うん、このね、壁紙がちょっとデニムチックな。ああ、なるほど。壁紙がめっちゃ可愛い。あ、ほんまやね。うん。で、天井と床は木です。おお。ガチの木です。これ風じゃなくて。あ、すげえ。これひょっとしてはめ板？上ははめ板やね。あのはめ板？上ははめ板やあね。あ、なるほど。下はフローリング的な感じかな。なるほど。いいですね。はい。で、高さがここはちょっと165センチでギュッてなる感じ。なるほど。はい。ないんやけど、ここって結局さ座るやんから別に高さそんななくてもいいわけ。で、ほんまはこのシェルはここで入り口に立てば180取れます。あ、なるほど。あ、そっか。段がちょっと一個上がってるからね。そうそうそう。ああ、わざとそうなってるよね。で高さがいらんっていうのと、トライトンは煽りがねちょっと高いっていう話だったやん。だからここは結構上に来ちゃうんよね。なるほど。だからないとちょっと椅子高えなみたいな。そっか。だいぶ高くなるもんね。20センチ分ぐらいをかさ上げしとかないと、中ではちょっと快適には過ごせない感じなの。座りづらくなっちゃう。ずらいね。ああ、なるほどなるほど。っていうのも合わせてここを床下収納にしちゃおうということですね。素晴らしいですね。はい。ではまずこの入った時ね、この靴がねいますよね。はい。下駄箱です。ああ、なるほど。まあこれ簡易な感じじゃないけどね、こういうのを好きに置いたりつけたりできるっていうのもトラキャの醍醐味ですよね。はい。これ入って右側、外から見た時にもあったエアコンです。ああ、なるほど。これは冷暖房できるやつですね。ウィンドウエアコンいいですね。でこの横はメッシュになってます。かっこいい。だからね、エアコンむき出しのまんまってあんまかっこよくはないやんか。それをこれでねカバーしつつ、こういうのねかけて、そうか、どこにでもかけれる状態や。そうそう。ああ、なるほどね。キーケースをかけたりとか、さっきのライトのリモコンとかジャッキのリモコンとかかけたりとか、こういうね、なるほどね。外部充電用のコードかけたりとかできます。だからこういうふうにねどこでもかけれるから、100円ショップとかホームセンターでこういうのね買ってきて、なんぼでもぶら下げれます。もちろんあんまり重りすぎるのは無理やけど、こういうね小物たちならいっぱいぶら下げれる。こっちがキッチンです。おお、キッチンゾーンですね。キッチンゾーンです。ゾーンっつってもキッチンっつってもキッチンなんかありますか？まあここはね、一角がキッチンなんですよ。まあキッチンは立ってするじゃないですか。もちろんもちろん。なんでここはこのねちゃんと高さがあると。なるほどね。はい。でこれも横メッシュついててね。いいですね。ここだから歯ブラシ置いたりとか、料理で使うねちょっとハサミキッチンバサミ置いたりだとか、ちょうどいいんじゃないでしょうか。調味料とかちょっと置いてもいいと思うしね。上からご覧の通り電子レンジ、冷蔵庫で、これはちょっとキッチンじゃないんやけど、このジャッキあったやんさっき、これをアップとダウンって書いてる。ああ、書いてますね。これで押したら上がる、下がる、降りる。なるほど。でこれは1本ずつ番号が振ってあって、それと連動して1本ずつこうね上げたり下ろしたりできるということです。おお、すごいですね。じゃあリモコンじゃなくても中からでもビュッとできる。あ、そう1本ずつもできる。めっちゃ便利。はい。で気になるこちら、これなんぞやということですよね。これを開けます。はい。おお、ここでやべえ、こうね、ギャレが出てくると。すご。これがシンク。こっちにやると勝手に出てくるってことだよね。めっちゃいいやん。すごくない？でこうしたら止まる。でしかもこう石鹸まで OK。いいですね。でここのね、横のつまみ、このつまみで止まってるから勝手にねこう当たってしまったりとかしない。しないということね。で引っ張ると動くようになって、なるほど。でこの溜まってた水はね、この穴から流れて、でまたこれで引っかかって止まって開かなくなると。めちゃくちゃいいじゃないですか。面白い。変わった畳まれ方するよね。いや、すごいね。めっちゃコンパクトになるんやな。あ、だからここはキッチンや言ってたんですね。そういうことですよ。ここがギャレなんです。なるほど、面白い。でこの下ねこう開けると、排水タンクですね。これがそのさっきのね外の給水のタンクがここにこうつながってて、そこにポンプで上げられてと。でこれが排水となるほどいうことです。
水溜めれるからちょっと野菜洗ったりとかもしやすいよね。野菜ちょっと洗いたいんやけどっていうのが結構ね、あるんよね。ちょっと使えるっていうのが一番便利。あんまりね使いすぎてもさ排水大変になるからこれぐらいがちょうどいいと思う。でこっちの横スイッチがございます。はい、タッチです。そうですね。その3つ目が換気扇。おお、なるほど。今4つ目までしかないらしいです。ああ、はい、それがポンプやね。あ、ポンプか。でこれが外のライトです。はい。シェルの上についてたやつね。はい。前と横との主電源。なるほど。これをオンにしてたらリモコンでつけれる。なるほど。オフにするとリモコンしてもつかないよと。なるほどね。まあ電気節約ですね。はい。こちら運転席側です。キャンピングカー用の大きい窓。網戸とシェードと。で窓がねこういう大きいから5箇所や。ああ、なるほどね。ここまで開いたらいいよね。めっちゃいいね。上の方についてるから歩行者にも絶対当たることがない高さやからね。あ、そうそうそう、このトライトの高さやからね、全然余裕で大丈夫だと思います。こちらの上、それ気になったんですよ。これはネットが出てきてですよ。ここの端のねこのゴムをここに引っ掛けるんですよ、天井に。これおお、そうするとこう収納になると。やば。しかも仕切りあるからね。だから服とかね上部収納つけてもいいんやけど、つけるとつけっぱなしやん。ちょっと邪魔になったりとか使わへんのに。しかもあれ重いんですよ、棚って。確かにね、木でできてるから、それをこうやってね必要な時だけ出すと。でこういうねカラビナとかつけたらちょっとね軽いもんとかならぶら下げれるから。わ、面白い収納ですねこれ。でいらん時はこの2つだけ外してここに突っ込めば終わりと。楽ちんですよね。なるほど。でこれがこっちと、反対側も窓もこれも同じようについてます。であとこれもう一個あって、こっちもねこういう風に収納になります。これいいっすね。そう。これちょっと新しいな。で寝る時とか邪魔やったりしたらこう外してここにねもうこのままベッて突っ込んどけば邪魔にならないと。ちょっと新しいタイプの収納じゃないですか。そうです、いうことです。ああ、なるほど。でまだあるんですよ。なんだ。このねネット入ってるここ。はい。まあもちろんネット詰めたらね、多少ねこの幅もあるから物もね収納できるんやけど、まあそれだけではなくもう一つ秘密兵器があって、こちら突っ張り棒くん。何に使うかと申しますと、この穴にですね。そうね、穴気になってたんですよね。あるよなと。通気口じゃないですよ。ここにこう引っ掛けると。そうしたら10キロぐらいまで干したり物をかけたりできるようになります。ってことはこの穴の3箇所好きなところでってことだよね。場所がね。そうだからいっぱい開ければ調節ももっとできる。確かに確かに。自由だから穴の位置も変えれるし、増やせるし、10個つけてっつったら10個穴開けれるよ。確かにね。だから洗濯したけど乾かんかったとかどっかに濡れちゃったとかあると思うんやけど、そういうのもしっかり干せるとか、こことこっちに2本渡したら大きいさ毛布とかもさかけれるよね。ちょっと乾燥機にはかけたくないけどっていうやつ、エアコンもついてるから乾きますよ。ああ、いいっすね。で使わない時はこうねシュッて外してこれをもうここにねしまっとけるということでございます。素晴らしいです。はい。はい。でさっきちょっとあったけど自由やから、天井ね今回木やけど別に壁紙にもできるし、何でもできる。壁紙も山ほど選べるし、他に選択肢があった他のでも相談したらできるかもしれない。そうですね。はい。でそのキッチンも言ったけど、サイズも自由やし、つけるものも自由です。言うまでもなく他のものも自由ですので、全てご相談くださいという感じになります。はい。でこの床下の収納ね、こういう感じになるほど開けれて4箇所。ああ、いいっすね。はい。あ、この隙間うまいこと収納で使うわけですね。でこういうね横が開いてるやから通気性もいいし、こういう長いものもね収納できると。でこっちはねこういうこれ既製品ですよね。こういう普通に売ってるやつ。こういうのを入れてもいいよね。だからキャンプで使う食器とかをこれにまとめて入れて、ついたらこれごと持っていくとかいいじゃないですか。洗濯物入れておったとかね。既製品がぴったり入るサイズっていいよね。既製品って大体サイズがね同じぐらいでねできてるから入るってことは他のこれじゃなくても別の製品でもぴったり収まるということですよ。なるほど。はい。でこちらここマグネットになってて、外すと冷蔵がここにあります。さらにこの奥にサブバッテリーがいますけれどね。はい。何本いるか知ってますか？600。
そこにあるね、600になってるでしょ、アンペアは。これね、はい。ここにモニターがあって、はい。椅子の下に電装があるっていう感じで、ね。椅子の下、そうですね。はい。まあ、見えてるのはね、走行ソーラーのチャージャーと、これがレノジェの走行ソーラーのチャージャー。はい。下がインバーターですね、2500。はい。で、この上がね、外部充電。いや、そう、外部充電、切り替えのやつですね。はあ、なるほど。はい。ちなみにこの電気が標準装備ですね。はい。もちろん増やしたり減らしたりもできます。はい。はい。600標準ってすごいよね。すごいよ。やばくない？でもやっぱね、でかくてさ、エアコンついててさ、大人数で使おうと思ったらね、あるに越したことはないですよ。ね、はい、ジャッキも電動やしね、うん、ここの電気を使ってジャッキもね動かしてるわけなんで。あ、そう、はい、そういうことです。はい、このねレイアウト対面ないけど、テーブルなんや。どないすんねんと、はい、こういうのを使います。備え付けじゃなくていいんだよ別に使えるもんは既製品でもね、使ったらいいんですよ、はい、こういうのをこうするとねちょうどよくねサイズ感としていいね、遠くもないし、出入りする隙間もある、だからこういうのをうまく使えばいいよと、いうことですね。まあ、例えばやけどキャンピングカー用のねポールみたいなのあるやん、あんなも別につけようとつけれるやんか。あ、そうです、もちろん。まあそういうのにしてもいいしみたいなね、まあでもこんなんな必要な時だけ出せるから、そうし外でも使えるやん、これやったらかさばらんからいいと思うよ、しかもね僕のこの足元のここに収納できるんですよ。あそこの隙間に、はい、この隙間にこれがジャストフィットするようになってます。はい、どうしてもね家具作り込むって思いがちやけど、こういうのもねいいんですよ。使い方によってよね。やっぱこういう風にワイルドでキャンプ行ってとかっていう感じになると、こういうのが便利かもしれないよね。いやめっちゃいいと思うよ。畳んで収納するとこんな感じにぴったり収まります。はい、でこの対面のシートをフラットにできるんで、展開していきます。はい、まずはこの横にねポールが備わってるんで、これを外します。いいっすね、なんか。でここにね、はめます。こっちから入れてここね、なるほど、こうすると、そしたらね外れないと。でもう一本固定を同じようにここに入れると。であとはもうここをねパタンとすると。でこのポール2本と一番端はここにねこれの上に乗るようになってます。なるほど、はい、支えですね。この3つが支えになって、あとはこっちをパタッとすると。はい、これでフラットになると。はい、まあ寝てみますね。はい、縦で寝ると下はこんなもんや。まあここなら寝れるけど、玄関の部分、土間の部分があるから、ここはちょっと厳しいよねっていう感じ。そうですね。はい。で横で寝るとこういう感じだね。横やと十分2人。余裕でしょ。どれぐらいやろうね。1800以上ありそうやね、横。全然あるやろ。だって、こう下合わせると遠い165でこれやから5ぐらいありそう。2メーター近くあるかもな。まあまあ誰でも寝れると思う。すげえ、横向きで寝る。じゃあだいぶ広いな。そうでこうしとくと標準これでもいいよ。確かに。ほんなら下が全部収納に使えるし、でこれで例えばねこういうちっちゃいテーブルあるやん、何でもいっぱい。なるほど。例えば贅沢やけど1人とかやったらこうやって飲んでそっからビール出して飲んでそっちべーって寝たらいい。ほんまやな、十分ですよね。十分。もうバンクいらんぐらい十分。確かにいらんね。でさっき横に寝れたってことは、バンクも見て分かる通り展開いらんのよ。で横に寝れると、こういう感じですね。だからここは結構高さもあるし。してますもん。いやこれぐらいやったら寝れるなと思って、まあちょっと狭いけど全然寝れそう。2人は余裕やな。バンクが長いからこっちでもいけるんよ。ああなるほどね。まあこっちの方が現実的かな。何人かで寝ようと思うと、1人やったら別に何でもいいけどね。確かにね。そうするとそう足やから別に狭くても気にならないしね。そっちからこう斜め上になってるから膝も立てれそうよね。あ、そうあんまりギュッてしたらあれやけど、寝返りする分には当たらへんかなって感じ。めっちゃ広いな。めっちゃ広い。これ先まで行くとこういう感じですね。ああなるほど。いいですね。はい。十分広く寝れるかなと思いますよ。はい。もう展開しないでいいというのがね、いいですよね。めちゃくちゃいいっす。で、コンセントもこっちにあり、こっちにもあり。こっち USB も使いますからね。そうね。はい。ここにもあって。ここにもありますからね。スマホ充電したりするのにね、困らないですよね。はい。照明がこのダウンライト4箇所とこのレールでね好きな場所に止めれるこういうライト、向きも変えれるし、一個一個つけたり消したりね。だからそれこそ一番端にしてこれ自分のところだけ。ああ、そうね、確かにね。手元見えづらいなっていう時に、あちょお前こっちねっつって。
そうね。あるよね、なんかうんうん描いたりとか料理とかしてたら、はいちょっと見にくいな加減になるなって、あおこっちこっちはいってできるとか、はい。これめっちゃ便利いいでやと思うよ。すね。いいね。まあそんな感じですね。はいはい。はいということで紹介してまいりました、はい詳細の方を少しお話ししていきたいと思います、まず金額の方ですね、はいお値段でございます、こんだけ大きいねこのトライトン用、はいこの仕様でおいくらになるでしょうか。はい、これと同じように作って320万円です、おはい、税別なんで352万円かな。なるほど、込みでね。はいめっちゃ安いですね。安いと思う。こんだけいろいろいっぱいついて安すぎると思う。このサイズ感やしね。この装備でやんね。はいそうです。この装備でですよね。はい、ソーラーついてバッテリーついてエアコンついて、なんかこのライトとかも全部ですいや全部ですって全部です。やばいですね。はいああ安い。はい、で何回も言ってると思うんやけど、何でも自由やから、あそうねもうちょっとちっちゃくしてくれとか、もうちょっと低くしてくれとか、外壁こんな色がいい、うちの壁こんなんがいいとか、家具はこういう形がいいとか、はいガレはいらないよとか、こういうのつけてほしいとか、はい大体のことはできるんで、はい何でもね相談してみるといいかなと思います。型があってね、自分のやりたいこういうのがいいんやけどっていうのを諦めてた方、ぜひご相談をそうですね。ということです。はい続きまして車の手配ですね。はい車の手配どうなってますか。はい、はいもちろんね持ち込みも OK ですが、はい新車中古車ともにご用意できます。はい。で続いてですが、はい支払い方法ですね、はい支払い方法がどうなってますでしょうか。はい、現金一括またはご注文時に半分、ご納品時に半分はいです。二分割とはい、いうことですね。そうです。はい。最後にですね、はい気になる納期ですね。はい、納期はどれぐらいでしょうか。はい、はい納期は現状3ヶ月ぐらいおお、とのことです。早いよ。なんで、うん新車とか頼むとシェルの方が先に出来上がっちゃうぐらい早いです今のところね。確かにでもトライトンもし新車で注文するってなったら3回じゃ多分届かへんと思うもんね。そうそこでも考えると、自分で用意するとか、いやね。でもいいと思う、まあね相談してみるといいと思うよ。まあそうですね、うんはい、それが一番いいかなと思います。はいということで今日はねトライトン用のトラキャンを紹介させていただきました。はい普段僕らもね K のねトラキャンばっかり見る機会が多いんで、うんやっぱねこう見るとすごい圧倒されますね。うんでけえとにかく、はい、はい、でやっぱりあとね、うんかっこいいかっこいいなあ、めっちゃくちゃかっこいい雰囲気に合ってるよね、やっぱこういうね、確かにはい大きいワイルドな車に。そうね、うんということで気になる方はぜひね、はい概要欄からお問い合わせ先がございますのでそちらからはい、ぜひよろしくお願いします、はいということで今回はこの辺でまた次回お会いしましょう。さようなら。